素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。人魚の学校シリーズの動画は愛知県名古屋市の人魚の学校の練習会風景をまとめたものです。前半でこの日のダイジェスト、後半で人魚の皆様の華麗な泳ぎに重ねて私のおしゃべりにお付き合いいただいてます。今回のテーマはあなたの運を爆上げする方法です。来月宮古島に遊びに行ってマーメイドスイムのバカンスを楽しみます。実はこの旅行全部無料なんですね。高級ホテルのプール付きのスイートルーム、往復の航空運賃、食事全部タダです。私は昔からかなり運がいいんですね。努力次第で運気は上げられます。今回は運が良くなるための方法をこっそりあなただけにお話したいと思います。2022年6月15日水曜日、愛知県名古屋市南区にあります日本返しアリーナ飛び込み用プールにて人魚の学校の練習会が開催されました。日本返しアリーナは5月から9月までの5ヶ月間はプールとして、11月から3月までの5ヶ月間はスケートのアイスリンクとして使用されています。プールの大きさは25メートル ×25 メートル、一番深いところで水深5メートル、浅いところで3メートルの水深となっています。水温は27度です。日本返しアリーナのプールは普段の恵比寿のダイビングプールと違ってかなり大きくて広々としています。25メートル四方で水深も5メートルと深いですから、マーメイドスイムの中級者、上級者以上、5メートルを楽に潜れる方に参加が限られています。学生時代水泳部だったから全然平気。本当に大丈夫ですか？水深の浅いプールと深いプールは全く別物。気楽に初参加される方の中には最初から最後までずっと壁にしがみついたまま練習会が終わってしまった方も結構います。高所恐怖症と似ているかもしれません。実際にプールを目の前にすると足がすくんで心が怖がってしまうんです。だからたとえ泳ぎ慣れている人でも深いプールで泳いだことのない方はできれば恵比寿のダイビングプールで練習をしてからの参加をお勧めしています。この日のマリダイバーは自作のオルカマーメイドです。テールの中に入っているのはゴム製のホットフィッシュフィンです。この動画でレビューしています。シャチやイルカなど水生哺乳類の尻尾は硬くて魚の尻尾のようにヒラヒラはしていません。ラバー製のホットフィッシュフィンはテールがなびかないのでよりリアルに見えます。実際写真などで見比べてみるとシャチやイルカの尻尾はもうちょっと横長で縦が短いんですが、ホットフィッシュは泳ぎやすいので気に入っています。シャチ、イルカ、クジラ系は男性の人魚の方に人気です。ひらひらふわふわ系テールが苦手というスポーティーな女性の方もおすすめです。オルカテールはこちらの動画にまとめてあります。さて、ここからは人魚の皆様の華麗な泳ぎを拝見しつつ私のおしゃべりにお付き合いくださいね。今回のテーマはあなたの運を爆上げする方法です。先日非常にラッキーなことがありました。来月宮古島に行けることになったんです。ホテルは宮古島きっての高級ホテル。泊まるお部屋はプライベートプールのあるスイートルームに4泊。目の前は海ですから毎日マーメイドスイムし放題。贅沢三昧のバカンスです。これがなんと旅費、食費、宿泊費全額無料です。ただで南の島のゴージャス旅行です。でも実はこのような出来事は私にとっては毎度のことです。昔からものすごく運がいいんですね。これまで数々のものをゲットしてきました。例えば子供の頃から毎週のように検証にあたって商品が家に届いていました。家族全員で商店街の福引きをしても私だけ何が当たるんですね。大学生から社会人にかけては映画の試写会がたくさん当たって何百本と無料で映画を見てきました。今住んでいる家の土地も格安の競売物件で何十倍という確率を勝ち抜いてゲットしました。後から何軒もの不動産屋さんから電話がかかってきて競り落とした3倍の金額を出すから譲ってくれと何度も言われました。もちろん断って今はその土地に建てた家に住んでいます。ここ数年で言いますと iPhone の機種変更に行ったらたまたまオープン記念でくじ引きをやっていて見事特賞を当てて新しい iPhone をゲットしました。
また、ラスベガスの高級ホテルベラージオで1泊60万円のスイートルーム無料ご招待。高級レストラン、遊興費全部タダです。ファーストクラスでの旅行だけでなく、プライベートジェットにも乗りました。なんでも、ホリエモンさんのプライベートジェットよりも大きいとガイドさんが言っていましたよ。例を挙げればキリがありませんので、このくらいにしておきます。私はありえないような驚異的確率で幸運を引き寄せるという特技があります。今回はどうしたら運気が上げられるのか、5つのコツを特別にお教えしたいと思います。なんかオカルトっぽいでしょ？怪しいですよね。でも、運について科学的に研究している学者がいるんです。英国の心理学者リチャード・ワイズマン博士です。彼はたくさん本を書いていて、いずれもベストセラーになっています。元マジシャンという経歴を生かして、イカ様の超能力者を暴くというテレビ番組にも出演しています。登録者240万人超えの YouTube チャンネルも作っています。そして、イギリスの社会科学分野において優れた業績を上げた学者に贈られるジョセフ・リスター賞を受賞しています。つまり正統派の学者さんでありながらメディアでも引っ張りだこの人気者なんです。彼の著書、運のいい人の法則によると、運気は決して生まれつきのものではない。努力によって上げられると彼は主張しています。私はワイズマン博士の本を読んでからさらに自分の運気を上げるためにいろんなことを実践していました。そして長年の経験でいくつか発見した法則が5つありますので、それをお伝えしますね。1、運が良い人と付き合う。人間は周りの人に影響を受けやすいです。昨日はこんなひどいことが起こった。今日もこんなひどい目にあったと愚痴っぽい人が周りにいると、だんだん自分の気持ちも沈みます。そして運気も逃げていきやすいです。ネットの社会も同じです。特に SNS の影響が大きいです。Twitter や Instagram、YouTube、ブログなどで愚痴っぽい人、批判ばかりしている人とつながっていませんか？そういう人はあなたからどんどん運気を奪っていきます。即刻離れましょう。2、部屋をきれいにする。なんだか風水やスピリチュアル、オカルトを連想するかもしれませんね。でもね、現実的な対策なんですよ。部屋をきれいにすることは自分を大事にすることだからです。汚いごちゃごちゃした部屋は自分に対しての虐待です。セルフネグレクトという言葉もあります。気持ちが暗くなるような部屋に住むことは、お前には幸運を受け取る価値がない。お前にはこんな汚い部屋がお似合いだというメッセージを受け取り続けているのと同じです。自分を大事に大切に扱うためにも清潔に整えられた部屋に住みましょう。3、人から褒められた時に否定しない。誰かがあなたを褒めたとします。そんな時に、いやいや自分なんか大したことないです。自分なんかまだまだですよと謙遜していませんか？これは他から与えられるものを自ら拒否している態度です。せっかくチャンスがやってきても受け取り拒否していたのでは、幸運をみすみす逃してしまいます。どんな小さな褒め言葉、小さなプレゼントでもありがとうという気持ちで受け取りましょう。受け取る覚悟ができている人にしか幸運はつかめません。4、何が起こっても幸運だと思う。物事はすべてニュートラルです。良いも悪いもありません。ただ起こったという事実があるだけです。それを幸運と思うか不幸と思うかは自分次第なんです。例を出しましょう。あなたが財布を落としたとします。中にたくさんお金も入ってたのに、誰かが拾って盗んだに違いない。きっと届けられてもいないだろう。ああ、損した。自分は不幸だ。最悪だ。でも、ひょっとしたら良い人が届けているかもしれない。世の中そんな捨てたもんじゃない。そう思って交番に向かったら、なんとちょうど財布が届けられていて、しかも拾った人が自分好みぴったりの方。そしてお付き合いが始まって結婚したとしたらどうでしょう。お財布を落としたことはものすごく幸運な出来事に変わります。財布を落としてよかった。神様ありがとうと心から感謝するでしょう。これは極端な例ですが、物事はどう転ぶかわかりません。不幸なことが起こっても幸先の良い出来事かもと思うだけでも幸運を得る可能性が広がります。何が起こっても絶対に
可能性を最後まで捨てないでください。5、自分は運が良いと確信する。思考は現実化する。思ったことが実現すると聞いたことがあるでしょうね。でもこれは勘違いしやすい言葉です。考えたことが現実になるのか。じゃあお金持ちになりますようにと考えよう。私はお金持ち、私はお金持ち。そんな風に必死で考えても祈っても絶対にお金持ちにはなりません。だって考えてみてください。本当の億万長者は自分はお金持ちだなんて必死で思うでしょうか。自分が当たり前にお金持ちならそんなこといちいち考えません。実は思考は現実化するのではなく、当たり前だと考えていることが現実化します。運が良くなりますようにという言葉は裏を返せば運が悪いから祈るんですよね。最初から運が良い人は必死で願わないんです。だから自分は運がいいと言い切りましょう。もちろん良いことがあったらわあやったと思いますが、その直後にまあ当然だけどね、私ならこんなの普通だけどねとにやりと笑えばいいのです。口に出して言いましょう。私がこれを受け取るのは当然の権利だ。私はものすごく運がいいと。ここで大事なポイントは人の幸運を妬まないということです。というのも妬みというのは自分はできないのにあの人はできて悔しいという心情が元になっています。だって自分が簡単に得られることで他人を妬んだりしますか？あの人はコンビニでおにぎりが買えて羨ましい、ずるい、悔しい、許せないって思わないでしょ？嫉妬心や妬みの心は自分はできない、自分は得られないが元になっています。幸運な人を見てもただ相手の幸せを喜ぶ。そして自分もいずれああなるから楽しみだな。次は自分の番だからワクワクするな。と自然に思えるようになればきっとそれは実現するでしょう。この夏あなたは何を得ますか？マーメイドになる夢？南の島で泳ぐ夢？人魚のライセンスを取得する夢？一生忘れられないような素敵な体験をする夢？あなたが当然だと思えばきっと夢は叶います。あなたはそれを受け取っていいんです。あなたのもとに最高のラッキーが降ってきますように。ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。